絵がなかなか上手くならない。練習はしているのに手応えを感じられない。この悩み、実は絵を描くほとんどの人が通る道です。私もこの問題で何度悩んだか分かりません。でも安心してください。それはあなたの才能や努力が足りないというわけではなく、画力の特殊な成長の仕方に原因があるかもしれません。今回は絵を描き始めた人なら絶対に知っておいた方が良い画力の変わった伸び方について解説します。これを知っておくと、絵を描いていて辛い時期でももうちょっと描いてみようかなときっと思ってもらえるはずです。まず結論から、多くの人の絵を描く力、つまり画力の成長は階段状です。何のこっちゃわからんと思いますので、簡単なグラフで説明します。グラフの縦軸が画力の成長、横軸が絵を練習した時間と考えてください。多くの場合、画力の成長は平面的に始まります。ほぼ成長がありません。画力は練習を続けていれば少しずつ伸びていくというものではありません。少しくらい絵の練習をしてもすぐに上手くなった実感を得られないのはこのためです。でもこの平面的な時期も成長してないわけではないので安心してください。分かりにくいだけで画力が伸びる準備は確実に進んでいます。そしてこの画力の成長の他にもう一つ伸びる能力があります。それが絵を見る目の力や、こういう絵を描きたいという絵に対する意識です。グラフの右側に目の力や絵を描きたい意識の縦軸を追加しておきましょう。この絵を見る目の力や絵に対する意識の成長は斜めに上がっていきます。この2つの力の伸び方の違いこそが多くの人の心を折って描くことをやめさせてしまう大きな原因です。詳しく説明します。画力の方は毎日練習して努力を続けても伸びる気配はありません。その一方で目の力や意識は斜めに伸びていきます。やがて実際に描いている絵と見る目の力や描きたい意識との間にギャップが生じてきます。このギャップが絵を描く時の苦しみを生みます。こういう絵が描きたいのに全然思ったように描けないと思わされる原因はこれです。描きたいものと描けているものに差が出ているので、当然といえば当然です。特に意識と画力の差が大きく広がってくる。この辺りは描くことが本当にしんどいです。私もそうでした。でも実はこのしんどい時期こそ画力がもうすぐ上がるというサインでもあるのです。ここで諦めずに描き続けると、画力が目の力や意識の方に急にポコンと追いついてくる瞬間があります。絵をある程度の期間描いたことがある人はこういう経験をしたことがあるのではないでしょうか。今日はなんだかいい絵が描けるな、描いていてとても楽しいという経験を、これが描きたい意識に画力が追いついた瞬間です。それがまさにこのポイントです。でも残念ながら画力が意識の線を飛び越えて伸びてくれるということはありません。これは自分の絵を見る目の力を超えて画力は伸びないとも言えるでしょう。画力と意識の成長が合流した後はまた見る力は斜めに進み、画力は平面を進み始めます。そして努力がある程度蓄積したところでまた画力が目の力や意識に追いつく。画力の成長はこれの繰り返しです。これが画力の階段上の成長です。画力の成長に平面的な部分があるので、絵が思うように描けない時期があるのはごく普通のことです。全然上手くならないと焦るかもしれませんが、大丈夫です。練習を続ければそのうち画力の階段を上がる瞬間がやってきます。絵を描き始めたばかりの頃はこの画力の平面部分の期間が特に長く感じられます。だから初心者の人ほど心が折られやすいわけです。本当にこのギャップが広がる時期は辛いですが、ここを抜けると画力が上がります。ここを乗り越える秘訣はひたすら描くことのみです。とはいえただ描くだけではしんどいと思うので、効率よく画力の階段を上る方法も紹介しておきます。それは知識と観察です。知識とは人体の比率や構造、ラフの描き方などの絵を描くための知識です。知識は再現性が高く、知った途端すぐに描いている絵に反映することができます。そしてもう一つは観察です。正しいお手本を見ながら描くことです。よく観察せずに描いてしまうといつまでも曖昧な絵を描くことになります。描く対象をしっかり観察して調べましょう。インプットを増やすことは画力の成長を大いに助けてくれます。知識は階段をすぐに一段登らせてくれるものですし、観察は階段を登るピッチを徐々に上げてくれます。絵の上達に近道はありませんが、知識と観察によって遠回りをしないで済みます。絵は描き始めた頃が一番大変です。ここを乗り切ってある程度画力が伸びてくると階段部分の成長ピッチが上がってきます。短い期間でよく描ける時期と普通に描ける時期が繰り返される感じです。画力は十分ついているので描けなくて辛いということもほとんどなくなります。ここまで来るとレベルは中級者。描こうと思ったものは特に問題なく何でも描けるレベルです。仕事としても十分成り立つ画力を手にしているでしょう。
そして中級者レベルくらいであれば特別に優れた絵の才能がなくても誰でも到達できます。どんなことでもそうですが、始めることと続けることが一番大事です。これができれば誰でも画力を確実に上げていくことができます。ただ画力の成長は階段上と聞いてこう思う人もいるでしょう。いや、明らかに階段じゃなくてエレベーターに乗っているみたいに上手くなるやつがいるんだが。いますね、います。チートかよってくらい短期間で上手くなる人が。これがいわゆる才能の差です。これは絵を見る目の力や描きたい絵に対する意識の成長角度の違いです。ここの角度が人によって違うわけです。才能に恵まれた人の角度は急で、そうじゃない人は緩くなります。こうなるとどうなるか。同じ時間練習して同じタイミングで画力が上がったとしても画力の伸びに差ができるわけです。しかしこれは才能がある人が簡単に成果を手にしているというわけではありません。才能があると成果は出やすいですが、絵はどんなに才能があっても描かないことには伸びません。絵の練習を始めないなら画力はここにとどまったまま動きません。ウサギと亀の話ではないですが、凡人が天才につけ入る隙があるならここでしょう。天才が寝ている間に凡人は画力の階段をひたすら登るのです。ただ天才が一度目覚めてしまうと一気に追い抜かれてしまったりするわけですが、ひでえ現実なのだ。もし友達とかにウサギがいたらメンタルが持たんぞ。そういった場合の対処法もあります。それ何？気にしないことです。持って生まれたものの差はどうしようもない。いや、凡人の夢なさすぎだろ。他人は他人、自分は自分です。成長しているということに目を向けてできる努力を続けるのです。比較する対象はあくまで過去の自分にしましょう。半年前の自分よりうまい絵が描けていればそれで OK です。そう割り切れるのもある意味才能のような気がするのだ。大丈夫、描いていればそのうち自然と悟れます。それでいいのだ。ということで今回は画力の成長についてお話ししました。知っておいてもらいたいのは画力の伸び方は階段上であるということ。描いていて一番苦しい時は画力が伸びるタイミングが近いということ。そして中級レベルくらいであれば努力次第で誰でも到達できるというこの3つです。あと天才は気にしても仕方がない。このことを知っておくと絵を描くのが辛い時期も冷静に乗り切れるのではないでしょうか。今回の話は私自身の経験をもとにはしていますが、あくまで一つの考え方だと受け止めてもらえると幸いです。もしよければ自分はこう思うという意見もぜひ聞かせてください。最後に一つ、あなたが描いている絵に無価値なものなどありません。一つ一つが確実に階段を上る力になっています。絵の上達はかなりの長期戦です。絵を描くことが好きなら諦めずにじっくり描き続けてみてください。もしかすると明日こそ画力がポコンと上がる日かもしれません。ということで今回の動画は以上です。当チャンネルでは初心者の方に向けて絵を描く力を伸ばす知識やコツについての情報を発信しています。更新は週1回を目指しつつ不定期です。ぜひチャンネル登録してお待ちください。ご視聴ありがとうございました。